おこぼっさん。父方のじいちゃん家の庭に、当主以外近づいて離らないっていうお堂みたいなのがあったんだけど、じいちゃんが亡くなった後、おじ、次男、が遺産相続の件でごねまくった挙句、思い通りにいかなかった腹いせに、お堂の中のご本尊を、どっかにやっちゃったらしいんだわ。基本的にお堂の中は当主といえども、年に1回元日以外には除いたらダメとのことで、すぐには発覚しなかったらしいんだけど、気味の悪い海の夢を連日見てた矢先、次男一家が突然一家心中したんで、ピンときたらしい。おじ、次男、派弁護士やってて、長男は国立医大、長女もどっかの有名医師大、次男は浪人だったけど、別にぐれたりとかしてたわけじゃなく、金銭的にも困ってそうではなかったんだよね。ところが、全員が首を吊って自殺。普通一家心中って、まとめて死ねるような方法を選ぶよな。なのに全員が個別に首を吊って自殺したんだと。加えておじの右手は、壊死したみたいに、真っ黒になってたらしい。で、慌ててお堂を調べてみたら、中が空っぽになってて、おこぼっさん、が亡くなってる。一族全員緊急で集められて、そこで初めておこぼっさんっていう名前と、それが一族の守り神みたいな存在であること。ただし、ないがしろにすると凄まじいたたりがあって、何代か前には一族が全滅する寸前、まで行ったらしいことなんかを話された。正直、その段階では半信半疑どころか、いとこの大半が、おじ、長男、も、ボケたかなっていう感じだったんだけど、うちの親父、三男、を含めて大人連中全員が真剣に嘆いたり、たたりを防ぐために家から離脱すべきだとか話してるの見て、初めて怖くなってきた。で、その日はかなり遅くまで話し合いが持たれた挙句、おば、長男の奥さん、と俺の母は離婚して旧姓に改め、子供たちも全員姓を変えることに決まった。それ以外に、おじ、長男、と親父はそのまま屋敷に留まり、おこぼっさんを探し続けること。他の親族は全員、本家に近寄ってはいけないことなんかも決まった。ちなみに、うちの親父は一流に入ると思われる会社の管理職だったんだぜ。で、それから一月もしないうちに親父から連絡があって、おじが屋敷の近くの崖から飛び降りて死んだっていう話を聞いた。次は自分の番だ。って、あの豪胆だった親父が震え声で言ってた。その時に、もし海の夢を見たら、学校なんかすぐにやめて寺に駆け込め。とも言われた。その電話があってさらに一月後、東日本大震災で、屋敷ごと流されたらしい。死体は未だに上がってない。幸い俺はその後海の夢なんか見なかったし、おじ、長男、の息子たちも元気にしてる。だから、たたりは終わったのかもと思う反面、この理不尽な話の理由を知りたいとは、今でも思ってる。おかんの神様。もう20年近く昔で俺は覚えてないんだが、母と俺の体験。当時自分はまだ小学校の一年坊主で、母とまだ赤ん坊の妹と祖父母と5人、長野の実家で暮らしてた。とりあえず当時のことをサクッと書いとく。うちは母子家庭で、母親が文字通り朝から晩まで働いてた。当時まだ20代後半の母は、昼は喫茶店でコーヒー入れて、夜はおじがやってる肉屋の配達の手伝いを、自分の車でやっていた。車がないと暮らしていけない土地だったし、年配の人も多かったので、夕飯時に電話一本でお肉の配達してくれる、サービスは今でも喜ばれてる。おかんは車の運転上手くて、全然苦じゃないタイプだから、配達のバイトはガンガンやってたそうだ。天真爛漫を絵に描いたような、いっつもニコニコしたおかんなんだが、
当時はまだ若いこともあって、肉屋のおじやおばをはじめ、親戚や常連さんたちから孫や娘みたいに、よく可愛がってもらってたそうだ。俺と妹にって、常連さんから、お菓子持たされて帰ってきたりも、しょっちゅうだった。今帰省しても、いい地元付き合いだなってよく思う。とりあえず、当時はこんな感じだった。それは、おかんが肉屋の配達で遅くまで帰らなかった。12月25日の深夜に起こった。その日俺はおかんの帰りが遅い日なので、妹と一緒に1階の祖父母の部屋で、4人並んで眠っていた。母がいる夜は2階の寝室で3人で川の字で寝る。ふと、祖父が目を覚ますと俺の姿がない。トイレにでも行ったのかと思って、祖父がトイレを見に行くがいない。おかしいと思ってキッチンやリビングを見るが、俺の姿が見当たらない。祖父は急いで祖母を起こしに行って、二人で家中を探したがおらず、もしやと思って玄関を見れば、出っ放しだった俺の長靴がない。時刻はもうとうに日付の変わった。日付で言えば26日の夜中の3時前。祖父母は真っ青になって、上着も羽織らず玄関から飛び出ると、子供の足跡がまだ残ってる。慌てて後を追えば、山道の方に向かって、凍結した坂道を歩いてる俺がいる。祖父母は夜中だってことも忘れて、大声上げて飛んでくと、パジャマに長靴履いた俺が、お母さんを迎えに行く。と。手に母のジャンバーを持って離さない。何事かと思った祖母だったが、そういえば、母が帰っていなかったことを思い出し、俺に話を聞けば、夢で、母が道で寒がってる。車がドーン、事故、して動かない。というもんだから、慌てて母の携帯にかけるが繋がらない。肉屋のおじにも連絡を取って店を確認すれば、持って帰る予定のガソリン代や、施錠予定の鍵もそのままになっている。これはと思って、警察に事情を説明し捜索を頼んだところ、1時間後に山あいの道でスリップ事故を起こし、動けなくなっている母が発見された。ガソリンが尽きて暖房が切れ、携帯の充電も切れていたため、連絡が取れずにおり、発見が朝まで長引けば、最悪の事態も考えられたそうだ。ここまでのことを、自分では正直よく覚えてないんだが、町の病院におかんを迎えに行った時、泣きながら俺たちを抱いて、神様ありがとうございます。と、おかんが何度も感謝を述べていたのは、うっすら覚えている。母はその日、24日ほどではないが、その日もなかなか配達の量が多かったそうで、母が最後の配達を終えたのは、クリスマスも残り1時間切った頃だったそうだ。隣町まで大量のしゃぶしゃぶの肉を届けて、あとは肉屋に寄ってから家に帰るだけ。連日の大量配達で、ガソリンが残り少なくなってはいたが、帰りにはレジに用意してくれてある、ガソリン代をもらって、預かった鍵で店を閉め、スタンドに寄ってから、家に帰ることになっている。それより子供とクリスマスを過ごせないのを、申し訳ないと思いながら、夜の道を走ってたそうだ。地元の慣れた道とはいえ、ここ数日降った雪が凍ってて、山際だから坂やカーブもある。スタッドレスタイヤ履きつつも、きちんと安全運転で走ってた車に、いきなり横の山際から黒っぽい塊。多分イノシシかカモシカ、が、転がり出てきたもんだから、ぶつかる、と思って、とっさにブレーキ踏んじゃって、そのままスリップ。地面滑るように車の顔から路肩に突っ込んで、車が動かなくなったそうだ。幸い怪我が内身くらいだったようだし、とりあえず携帯でサポートセンターと家族に、連絡入れようと思って携帯見たら、
朝から持ち歩いて何本も配達電話してた携帯が、電源切れてる。母はこれを見た時は、さすがに血の気が引いたらしい。中部とハイエ長野の真冬の夜は、外気温が氷点下になることも珍しくない。空いてる道路を優先で道を走っていた母は、ここがそれほど車通りのない道だということを、十分わかっていたそうだ。年末の夜中、携帯は電池切れ、残り少ないガソリン。雪国育ちならこの不安、多分わかるんじゃなかろうか。とにかく誰かを呼ばねばならないと、クラクションを鳴らし続けてみるが、反応がない。ないけど鳴らすしかない。住宅街とは程遠いことも、おかんは知ってたから、この時すでに涙目だったらしい。家はまだずっと遠かったし、家族には、遅くなるから、とだけ伝えてある。肉屋のおじおばはすでに帰宅して、店を閉めるのは自分になっているから、店に帰らない自分には気づかない。幼い俺と妹と一緒に、祖父祖母が眠ってしまっていたら、自分の異常に気づく人がいない。雪降る真冬の長野で、ガソリンも食べ物もない車の中で、母の体じゃまず持たない。そんなこと考えてるうちにガソリンは切れて、少しずつ車内が冷えていく。クラクションを鳴らすが人影はないまま。かぶれるだけの布を集めて包まっても、寒くてどうしようもなくなってきて、携帯の画面は真っ暗のまんま。息だけがどんどん白くなってく。おかんは、ああ、私、死ぬかもしれないと思って泣いたそうだ。せめて最後に子供に会いたい。会ってごめんねを言いたいと手を合わせて。母が好きでいつも初詣に行ってる。諏訪大社に向けて祈ったそうだ。そうしてるうちに、パトカーが向こうからやってきて、自分の名前を確認された。ご家族から捜索願いが出されて探していました。と言われた時に、本当に死ぬと諦めかけていたおかんは、安堵と感謝で顔を覆って、パトカーでまた泣いたそうだ。母にとっては、本当にシャレにならんくらい怖かったと思う。これでしまいです。さっきお茶飲みながら、クリスマスの夜に日本の神様に祈るところが、おかんっぽいな、って家族揃って、笑い話にできたので、記念に書き越してみました。ホラーっぽさなくてすんません。神様には感謝っす。兵隊の霊と上官の霊。自分が昔住んでいたところ、かなり汚いボロアパートだった。そこの隣の空き地、駐車場に、兵隊の幽霊が出るもんで、ボロいことも相まって家賃がバカ安だった。自分に金がなかったのと、兵隊どもも更新するくらいで何もしないから、結構長くそこで暮らしてた。しばらくして、隣に偉そうな服装の軍人の霊をつけた奴が引っ越してきてからは、練習のレパートリーが増えたのか、たまに走り込みをしている兵隊の姿が見えた。それをすごい顔で睨む上官幽霊。思わず爆笑したら、部屋に、オメガ、な感じの顔の兵隊の幽霊が、出るようになった。嫌味のように布団を踏み荒らしていくので、水だけ用意して無視してたら、兵隊霊も上官霊も現れなくなった。ちなみに隣人は、なんかここ来てから、気分良くなりました。と、嬉しそうな顔で言っていた。彼に霊感はないらしい。